皆さんこんにちは。この動画では前回お出しした1日の食事、こちらの動画でお見せした食事内容を栄養素の観点で解説していきたいと思います。私の普段の食事はカロリーですとか、主要3大栄養素のプロテイン、タンパク質、ファット、脂質、カーボハイドレート、炭水化物、いわゆる PFC ですね。こちらの PFC バランスはもちろんなんですけれども、ビタミン、ミネラルも豊富に摂ることを心がけています。なんですけれども、ビタミン、ミネラルも取った方がいいって言うけれども、何をどのぐらい取ればいいのかっていうのはちょっと分かりづらいと思います。なので今回数値をお出しすると説得力が増すと思うので、前回の食事内容を定量的にジャッジしていこうと思います。具体的にどの食材がどの栄養素の摂取にどのぐらい貢献したかというところを見ていこうと思います。今回評価する基準として、アスケンというアプリの基準値を参考にさせていただきました。アスケンというアプリは、健康的にダイエットすることをサポートしてくれるようなアプリになっていまして、メインは食事管理のアプリになっています。こちらの参考値を用いて、今回ご説明していきます。どうぞ。はい。ではまず、朝ごはん、お昼ごはん、夜ごはんとおやつ、すべてを合わせた栄養素のグラフを見ていきたいと思います。まず表の見方を説明しますと、こちらの左にあるのがそれぞれの栄養素ですね。タンパク質とか書いてありますね。になっていきます。で、こちらの線が基準線になっています。で、こちらの基準線を基準としたグレーの範囲ですね。こちらが目標値の範囲になってきます。で、こちらのグレーの範囲は、この基準線よりも大きい方がいい場合もあれば、この基準線よりも少ない方がいい場合もあります。例えば、塩分とかは少ない方がいいので、基準線より少なく取ることを目標としています。で、タンパク質や脂質や炭水化物は、基準線を中心としてとある範囲で取るというところが目標値になっています。はい。で、1日トータルの栄養素を見ていって、目標値を超えてしまったり、目標の範囲から逸脱してしまったところを確認していきたいと思います。例えば、タンパク質が少し多かったり、カルシウムが足りなかったり、塩分が少し多かったりしました。で、タンパク質なんですけれども、私自身筋トレもしていますし、タンパク質量このぐらいとっても、特に消化不良を起こすだったりいうこともないので、ちょっとオーバーしてもいいかなというつもりで取っています。で、カルシウムは少し足りませんでした。塩分もちょっと超えてしまいました。大体の栄養素は目標の範囲内に入っていますし、目標から逸脱した部分も目標値からそこまで乖離がないので、かなりバランスのいい食事が取れたのかなと思っています。またこちらの部分が栄養素ですが、今回はアスケンのアプリの評価基準に従っているので、こちらの栄養素のラインナップになっているんですけれども、栄養素っていうのはこれに限らずもっとたくさんの栄養素がありまして、例えばマグネシウムだったり、亜鉛だったり、ビタミン D とか、他にも大事な要素がたくさんあるんですけれども、今回はこちらに絞って見ていきたいと思います。これが1日の栄養のグラフになります。でこちらの目標摂取量を単純に3分割したもので、朝、昼、晩ともう少し細かく評価していきたいと思います。はい、まず朝ごはんですね。朝ごはんはグリーンスムージーとオーバーナイトオートミールとサジジュースを飲みました。まず朝ごはんの要素が目標にどのぐらい達したかを見ていきたいと思います。カロリーが少し少なくて、タンパク質は問題なくて、脂質は少し足りなくて、炭水化物も少し足りなくて、食物繊維は範囲にいっていて、飽和脂肪酸と塩分も問題なかったっていうような結果になりました。で、こちらの飽和脂肪酸っていうのはちょっと聞き慣れない方も多いかなと思うんですけども、こちらは脂質の一種です。簡単に言うと、お肉の脂質に非常によく含まれている脂肪になりまして、あまりたくさん取らない方がいいとされているものであっています。常温で固まっている脂肪は飽和脂肪酸である可能性が高いです。朝ごはんのビタミン、ミネラルの摂取量も見ていきます。カルシウムは目標に達していて、鉄分も OK。ビタミン A が少し足りなくて、ビタミン E は足りていて、ビタミン B1、B2 が足りなくて、ビタミン C が足りていました。こんな感じで、この足りなかった栄養素の部分は、お昼、夜ご飯で補うこともできますので、すごく乖離がない限りいいかなと思っております。続いて、どの食材からどのぐらいの栄養素が取れたか、もうちょっと細かく見ていきます。まず、栄養素ではないんですけども、カロリーですね。どの食材からどのぐらいのカロリーを摂取したかっていうところですけども、基本的にカロリーがあるものというのは、
ちらのタンパク質、脂質、炭水化物、いわゆる PFG ですね。こちらだけになります。こちらがエネルギー源になります。なので、こちらの3種類の栄養素が多いものは必然的にカロリーも高くなってきます。なので、プロテインだったり、オートミールだったり、あとこちらの脂質に入っていたものだったりが多くランクインしているような形になります。では続いて一つ一つの栄養素を見ていきます。まずタンパク質ですね。タンパク質はオーバーナイトオートミールに混ぜたプロテインからメインで摂取していることがわかります。あとやはり乳製品に多く含まれているのでヨーグルトからも取れています。あとオートミールにも結構含まれていたみたいです。続いて脂質ですね。脂質はオーバーナイトオートミールのトッピングに入れたココナッツやカカオニブからメインで摂取しています。続いて炭水化物ですが、炭水化物はオートミールからメインで摂取しているのと、あとフルーツにも含まれています。リンゴやバナナから摂取しています。続いて食物繊維ですね。オートミールがとても多く含まれているというのがわかります。あとアーモンドミルクですね。あとカカオニブにも非常に多く含まれていて、あとは小松菜。あとこれリンゴですね。あとブルーベリーにも多く含まれています。飽和脂肪酸や塩分はあまり含まれていなかったみたいです。はい。朝ごはんのビタミンミネラルを細かく見ていきます。まずカルシウムは小松菜が非常に多い割合で取られています。あとカルシウムといえば乳製品だと思うんですが、プロテイン。私が飲んでいるプロテインはホエイプロテインで乳製品から抽出されたものなのでカルシウムが多く含まれています。あとヨーグルトも多く含まれています。続いて鉄分ですね。鉄分はこちらサジですね。サジというのはあまり見慣れない人もいると思うんですが、フルーツですね。こちらのサジというフルーツから取られたジュースを鉄分を摂取するために毎日飲んでいます。また小松菜は鉄分も多く、あとオートミールも鉄分が含まれていることがわかります。続いてビタミン A。ビタミン A は小松菜にすごくたくさん含まれていて、あとサジにも含まれていることがわかります。続いてビタミン E ですね。こちら収まりきらなかったので、ちょっと伸ばしますと、アーモンドミルクにすごい入っているっていうのがわかります。もうアーモンドミルクを、これ 100ml ですかね。飲むだけで、1日の目標摂取量を超えます。また、サジにもよく含まれていて、小松菜やブルーベリーにもよく含まれています。続いてビタミン B1、B2 ですね。こちらはトータルでは目標値に達していませんが、小松菜やオートミール、ヨーグルトから取ることができました。最後にビタミン C ですね。サジから非常によく取れています。朝ごはんのサジジュース、小さなコップ1杯だけで、もう1日の目標摂取量を超えるぐらい、ビタミン C が豊富に含まれています。あとは野菜やフルーツに多く含まれているんですが、小松菜にも含まれていますし、いちご、あとバナナだったりに含まれています。いちごもですね、これ一粒しか食べてないのに、結構な量のビタミン C が摂取できていることがわかります。こちらの結果を見て、私が個人的におすすめしたい食材が小松菜になります。こちらはビタミン、ミネラルに関してのバランスの良さが非常に良いです。こんなにバランスよく栄養素が入ってるのなかなかないです。特にですね、カルシウムって取るのが非常に難しくて、乳製品だったり、小魚だったりから取ることができるんですけども、なかなか野菜から取るのはすごく難しいです。しかし小松菜から非常に多く取ることができて、その他の鉄分だったり、ビタミンだったりも非常に豊富なので、非常におすすめです。また今回の評価軸にない栄養素が豊富な食材もありまして、例えばトッピングに入れていたカカオニブですね。こちらはポリフェノールが豊富です。ポリフェノールは抗酸化物質ですし、またマグネシウムも非常に豊富です。ブルーベリーも非常に体にいい食材でして、こちらも抗酸化物質が非常に多く含まれていたりだとか、今回の評価軸になかったビタミンがたくさん含まれているなど、非常に優秀です。個人的に味もすごい好きですし、健康にも良いので、基本毎日食べています。以上が朝ごはんの栄養素的評価とポイントになりました。では続いて、お昼ご飯を見ていきます。お昼ご飯はサラダランチでした。まず目標値に達したかどうかを見ていきます。カロリーが少し多くて、タンパク質が多くて、脂質も少し多くて、炭水化物が範囲内に入っていて、食物繊維も OK、飽和脂肪酸も OK で、塩分が少し超えてしまいました。ビタミン、ミネラルはカルシウムが少なくて、塩分が少し足りなくて、あとは OK でしたね。ではもうちょっと細かく見ていきたいと思います。カロリーは冒頭でも言ったように、タンパク質や脂質や炭水化物が多いものが多くなってくるので、お肉だったりお米からの摂取量が多かったです。
栄養素を一つ一つ見ていきます。タンパク質、もちろんお肉からですね。ランチのタンパク質源はメインでサラダチキンでした。あとは卵からも結構取れていますし、あと五穀米からもそれなりに取れていました。続いて脂質ですね。脂質はアボカド、オリーブオイル、あと卵。卵は黄身に脂質が多く含まれていますね。そういったものから摂取できていました。続いて炭水化物はさつまいも、五穀米などから取れていました。続いて食物繊維。食物繊維はアボカドやブロッコリー、あとキノコ類も非常に食物繊維が多いです。あとはさつまいもも非常に多いです。続いて飽和脂肪酸はアボカドや卵の脂質から取れていました。塩分なんですが、醤油ですね。キノコのマリネに入れていた醤油ですかね。じゃあ醤油入れると塩分がぐんと上がってしまいます。ビタミンミネラルの観点で詳しく見ていきます。カルシウム全体的には足りなかったんですが、その中でも卵だったりベビーリーフから取れていました。鉄分は卵、五穀米、ブロッコリー等から取れていました。ビタミン A は人参、卵ですね。ビタミン A といえば人参というイメージがある方もいるかなと思うんですけれども、人参には非常に多くのビタミン A が含まれています。続いてビタミン E ですね。ビタミン E は卵から一番取れていました。あとアボカドもよく取れます。あとブロッコリーにも含まれています。続いてビタミン B1 を見ると鶏肉、あとさつまいも、五穀米などから取れていました。続いてビタミン B2 は鶏肉や卵、あとここら辺はアボカドとかですかね、からよく取れていました。最後にビタミン C。ビタミン C は野菜だったりフルーツから多く取れるんですが、ベビーリーフやブロッコリーやトマト、あとはキウイからよく取れていました。はい。で、お昼ご飯を見ていて、個人的に優秀だなと思った食材は卵です。タンパク質や脂質などの主要の栄養素にとどまらず、ビタミン、ミネラルが非常に多く含まれているのがわかります。カルシウムも鉄分も、ビタミン A も、ビタミン E も、ビタミン B1、B2 など、非常にバランスのいい食材かなと思います。はい。では続いて夜ご飯に行きたいと思います。夜ご飯はブリの照り焼き定食でした。タンパク質が少し多くなっていて、塩分も結構取ってしまいました。あとはカルシウムが少し足りませんでした。詳しく見ていきます。カロリーはブリが一番多いですね。あとはお米ですね。玄米と白米。こういったものからよく取れてました。はい。では一つずつ栄養素を見ていきます。タンパク質はお肉に多く含まれてますので、ブリが占める割合は多かったです。あとは納豆ですね。豆にもよく含まれています。脂質も同様、ブリと納豆からよく取れていました。続いて炭水化物は、お米ですね。玄米、白米と、あとさつまいもも多く含まれています。続いて食物繊維は、納豆、ほうれん草、さつまいもやわかめといったものから取れていました。飽和脂肪酸は、ブリと納豆に含まれていました。続いて塩分ですが、味噌と醤油から非常に多く取ってしまっています。和食を食べるとどうしても塩分が多くなってしまう傾向にあると思います。続いてビタミン、ミネラルの観点で見ていきます。カルシウム全体としては足りなかったんですけれども、それでも納豆だったり、ほうれん草だったり、わかめなどから取れました。鉄分は納豆、ほうれん草、ブリなどから摂取できました。ビタミン A はほうれん草がメインですね。続いてビタミン E。ビタミン E はブリ、ほうれん草、あとさつまいもにも含まれています。ビタミン B1 はブリやほうれん草や玄米。ビタミン B2 はブリだったり、納豆だったり、ほうれん草によく含まれています。最後、ビタミン C ですね。こちらはほうれん草やさつまいも、あとししとうにも含まれていました。この中で個人的にお勧めしたい食材は、いろいろあるんですが、ほうれん草ですね。やはりほうれん草をこうやって見ますと、かなりビタミン、ミネラルに関してのバランスが良いです。カルシウムなんかは小松菜ほどはないですが、それでもバランスが非常にいい野菜なので、ぜひ日々の食事に取り込んでみてください。また、お米なんですが、こちらの黄色が玄米で、こちらの薄緑のところが白米になります。黄色を見ると、結構ビタミンが含まれているんですが、この緑がなかなか見当たらないです。やはり白米よりも玄米の方が栄養価が高いというのがわかります。またこのラインナップにはないんですが、ビタミン B6 なども多く含まれていますので非常に優秀です。またバランスもいいですし、
他の栄養素も豊富なものとして、納豆ですかね。大豆ですかね。こちらも非常にバランスの良い食材になっていますし、こちらのラインナップにないマグネシウムも非常に豊富です。タンパク質も脂質も食物繊維もありますね。私は納豆を毎日とは言わないですけども、2日に1回以上は必ず納豆を食べてます。個人的に味も大好きで栄養価も高いし安いので、もう食べない手はないと思って毎日のように食べています。はい。では1日の栄養素の観点の評価は以上になります。いかがでしたでしょうか？結構いろいろな食材とっても目標値に達するのは難しいっていうのが分かったかなと思います。私の普段の食事も食事からいろんな栄養素を摂取しようと思って食べてはいますけれども、毎日全部クリアするっていうのはちょっと現実的に難しいかなと思っていますので、サプリメントだったりも活用しています。例えばですね、有名なのがマルチビタミンですね。こちらマルチビタミンだとミネラルも入ってるんですね。こちらとかは、例えば時間がなかったり、冷蔵庫に食材がなかったり、あとは外食が多かったりだとかで、全然野菜とか食べられてないなって時は、マルチビタミンになる、これをプラスで取ったりとかしてます。あとは、これですね。カルシウム、マグネシウム、亜鉛、ビタミン D。カルシウム難しいですし、あと、このアスケの評価軸には、マグネシウム、亜鉛、ビタミン D はないんですけども、こちらも重要な栄養素ですし、あと亜鉛とかすごく、食材から取るの難しかったりするので、牡蠣とかに多く含まれてるんですね。難しいので、サプリメントで取ったりとかします。でも全くサプリメント取ったことないっていう人は、マルチビタミンミネラルとかが、一番初めに挑戦していただければなと思います。はい。で、今回結構ニッチな内容で、かつすごく長い動画になってしまったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、健康的な食生活を目指している方の参考になればと思っております。はい。では、ありがとうございました。